皆さんこんにちは、こんばんは、てしもです。今回はヒマラヤ水晶を使った3択のヒーリングを行います。後で選びやすいようにアップにしてお見せしますね。てしもヒーリングラボでは月に1回の満月の夜に行う3択ヒーリングをすることにしてるんですが、シンプルに浄化と癒しのエネルギーを送ろうと思ってて、だから今までクリスタルを使ってなかったんですが、最近霊気の教科書を全部読み直したらクリスタルとか他のヒーリング作用のあるものと組み合わせると霊気がさらにパワーアップするって書いてあったので素直に三択ヒーリングにもクリスタルを取り入れてみることにしました。あと鉱物の種類って数えきれないほどたくさんあって珍しい石もメジャーな石も全部使ってみたいし複数を組み合わせたヒーリングっていうのもやってみたいしでそうなってくるともう私が生きてる間に全部やりきれるのかなって思っちゃってなので毎回クリスタルを何かしら使っていきたいと思います。でただ三択のヒーリングは浄化の能力が特に優れている石を使いたいと思いますので月に1回の心身のクリーニングとして定期診断としてあと他の気に入ったヒーリングをする前の準備としてなど好きなように好きな時に使っていただければなと思います。このヒーリングは私個人の気や念などが届くものではなく宇宙からの高次元のエネルギーを私が管になってクリスタルのヒーリングパワーと組み合わせてお届けするものです。流れてきたエネルギーはあなた様を浄化し、あなた様に合わせて最善の状態に調整されますのでリラックスして受けてください。寝ていたり他のことをしていても大丈夫ですが、一緒に体や呼吸の感覚を感じながら受けるのもおすすめです。涙が出るなどの好転反応が出る方もいらっしゃるかもしれませんが、一時的なものですのでしばらくすると落ち着きます。終わりましたら少しでもいいのでお水を飲んでください。夜中に見ている方は翌朝でも大丈夫です。また目に見えないエネルギーの世界のことも見えている世界のことと同じように気軽に話せる世界を作りたいので感想をコメントしていただけると嬉しいです。今回使うヒマラヤ水晶なんですが、この3つともそうなんですけれども、あとここにあるのもそうですね。でヒマラヤ山脈は神々とつながる霊山として信仰の対象になってて、でそこで採取される石は高いヒーリング効果があると知られています。特にこのクリスタルは全てを浄化し清めて幸運を呼び寄せる作用があると言われているっていうことなんですけれども、この手下のヒーリングラボでは一般に言われている効果だけじゃなくて実際どんな風にヒーリングしてくれるのかテストをしたりして調べて実感したことの中からできるだけ私の言葉でお伝えしたいと思いますのであの今から気になる水晶を一つ選んでいただいて選択肢に進んでいただきその中で冒頭に少しそれぞれの水晶ですねそれぞれの個体全部違う形ですのでそれぞれの特徴とヒーリング効果についてお話しさせていただきます。で対応するカードも事前に出しておきましたので、裏にはなってるんですけれどもカードの雰囲気で選んでいただいても大丈夫です。で、それぞれですね違う特色があるので気分に合わせて今日はこのヒーリングっていう風に選んで使っていただいてもいいと思います。はい、それでは1番目の選択肢がこちら。はい、それでは2番目の選択肢がこちら。はい、それでは3番目の選択肢がこちら。は
はい、それではこの3つの中から気になる石、もしくは気になるカードをお選びいただき、本編にお進みください。はい、それでは1番目の選択肢、こちらの水晶についてなんですが、鉱物の結晶の形にはいろんな機能の名前がついていることがあるんですが、こちらはですね、セルフヒールドと呼ばれる形をした部分があります。この下の欠けた部分ですね、そこが、結晶の先端の形になっているものをセルフヒールドというそうなんですが、折れた欠けた石がその部分を自己修復して自分で修復してもう一回結晶化した部分、再結晶化した部分です。ヒーリングして調べてみた感覚では、修復が必要なチャクラにこの石を置くとものすごい強い蛍光色みたいな光をイメージの中で発してたんですね。で、結構眩しかったです。パーっていう感じで。で、またチャクラに膜が張ったようになって力が弱まっている部分にはその膜を取り除いて浄化しているイメージも見えました。で、その後この水晶を使ってエネルギーの注入をすると深い部分まで癒してくれるので、例えばハートに古い傷があって今取り除くべきっていう風に判断されたら、そこまでトンネルみたいに穴を開けて取り除いて修復してくれるような感じです。特に心の修復が得意なのかなっていう風に感じました。で、自己治癒力を高める石として活用されるんですけれども、自己再生とか修復を象徴しているっていうことなんですね。で、だから本当にやってみても本当にその通りだなって思って、でそのセルフヒールドとかそういう名前がついてるのって、こんなこと言ったらめちゃめちゃ失礼になっちゃうかもしれないんですけれども、その石を販売するためのキャッチフレーズみたいな感じのところもあるのかなって思ってたんですね、前は。で、だけどやってみたら本当にその効果を感じさせてくれるので、本当になんて言うんだろうな、石の能力とかを調べるすごい能力がある人とか先人たちがちゃんとそれを調べて名前をつけてるんだなっていうのを納得させてくれた水晶でした。で、それからですね、今回この水晶に対応するカードを出しておきましたので、水晶のこの意見を聞きつつカードがアドバイスしてくれているチャクラも特に注意してヒーリングを行いたいと思います。それではめくってみますね。はい。はい。グアリジョーネ。え、あ、すごいですね。グアリジョーネって、すごい。治療とか治癒っていう意味なんですね。癒しとか。そういう、もう本当にまさにこの石そのものの意味なんですね。すごい。すごいですね。すごい。今あなた様の治療が始まってますっていう風に書かれてます。で、心にしても体にしても、あなた様の癒しと人生の変化が急速に進んでいますっていうことを言ってるカードですごいですね。特にケアするといいチャクラは第2、第4、第6チャクラっていうことを言っているので、ちょっとその部分気をつけてヒーリングをしていきたいと思います。それでは今からこのヒマラヤ水晶を使ったヒーリングを始めます。
たせしました。お疲れ様でした。いや、すごい、なんだろう、このオレンジ色の、第二チャクラですね。ここのところが、ものすごく、しっかりと癒されているっていうのを感じました。このクリスタルを、この水晶を第二チャクラのところに置いた時にですね、この水晶ってこう2つがぴったりくっついてるんですけれども、それがパーってこう花開いたような感じだったんですね。そのぐらいこうしっかりとつながって、しっかりと浄化と癒しが起こったっていう感じがしました。で、あとハートのところなんですけれども、何かですね、なんかこう温かみのあるものを感じたいっていう感じなのかな。何か自分の手でもいいので、温かいものを本当に心臓のところにちょっと重みのあるものなのかな、乗せてみるとか、そういう重さとか温かさをハートに感じさせてあげると、もう物理的にでもいいので感じさせてあげると、すごく違和感とかちょっと行き詰まったような感じがある時に解消されるっていうことを言っていました。で、あとですね、こちらのカードからのアドバイスで、あなた様に明るいところに出て光を浴びてくださいっていうことを言っています。で、例えばちょっと体調優れない方いらっしゃったりして、部屋の中にいることが多いっていう方がいらっしゃったとしても、部屋の中でベッドにいて静かにしていてもいいので、なのでこう動かなきゃとか明るい外に出なきゃって焦る必要はないんですけれども、それでもカーテンを開けて光を感じるようにしてください。明るいところにいる時間を多くしてくださいっていうことを言っています。なんかこれがこう光のカーテンのように見えるんですけれども、光があなた様が重たいっていうふうに感じている感情とか症状からあなた様のエネルギーを守ってくれるっていうことを言っているので、ちょっと参考にしてみてください。それではこちらの1番目の選択肢の水晶を選んでいただいた方のヒーリングを終わります。ありがとうございました。またね。はい、それでは2番目の選択肢、こちらの水晶についてなんですが、鉱物の結晶の形にはいろんな機能の名前がついていることがあるんですね。で、こちらはダブルポイント、もしくはダブルターミネーテッドっていう風に呼ばれる形をしています。で、本当に見たままなんですけれども、両端ですね、両方の端が、先端になってるっていうのかな、尖ってる。で、日本語では両剣水晶という形です。で、片方の先端から不要なエネルギーを吸収して浄化して、もう片方の端っこから、浄化したポジティブなエネルギーに変換して出してくれるっていうことで、ものすごい強力な浄化作用を持つとされる石なんですけれども、実際にですね、テストでヒーリングをしてみたところ、不要なエネルギーが特にですね、喉から上のチャクラだったんですけれども、細かいものまで砂のように吸い取られるイメージが見えるほど、不要なエネルギーが吸引エネルギーっていうか、なんだろうな、正直言ってそのイメージの中では本当になんかちょっとつぶつぶした汚れみたいな感じに見えたんですけれども、それがその吸引されてて、で、本当になんか吸い取られて、普通に掃除機かけて綺麗になったみたいな感じになってたので、もうテスト中になんかそのまんまじゃんと思って笑っちゃったぐらいなんですけれども、本当に隠れてたミクロの残骸も吸い取る勢いで浄化してくれます。で、あとですね、浄化エネルギーの注入の際に虹が見えたりして、浄化した後の綺麗な風景を見せてくれるのも特徴でした、この個体の。なので実際ですね、体験してみても本当に浄化からエネルギーがポジティブなものになったのを感じられたので、もう本当にちょっと感動しちゃいました。で、それから今回ですね、この水晶に対応するカードを出しておきましたので、この水晶の意見を聞きつつ、カードがアドバイスしてくれているチャクラも特に注意してヒーリングを行いたいと思います。はい、それではめくってみますね。はい。綺麗。アクティビタですね。アクティビタっていうのは活動っていう意味なんですけれども、
そうですね、このカードが教えてくれているのは、今あなた様の、才能とか情熱を使って動く時が来ていますよっていうことを言ってくれています。で、恐れないで積極的になっても大丈夫っていうことを言ってますね。で、中には別になんか今すごいやりたいことがあるわけじゃないとか、そんな気分じゃないっていう方がいたとしても、隠れていた願望とかやりたいこととかが情熱とかが出てこようとしてるよっていうことを言ってくれています。でですね、特にヒーリング癒した方がいいチャクラっていうのがこのカードが言ってるところによると、第1、第3、第5チャクラですね。なのでその部分も特に丁寧にやっていきたいと思います。それでは今からこのヒマラヤ水晶を使ったヒーリングを始めます。
はい、お待たせしました。お疲れ様でした。そうですね、この石の説明の時にもお話ししたんですけれども、なんかすごい虹が見えるんですよね。で、3つの中でこの個体が一番物理的にこう目では虹はあんまり見えないんですけれども、この辺になんとなくぼんやりあるかなっていう程度でちょっと見えないんですよね。でもこの子はすごいヒーリング中はもう虹がすごい見えるんですね。で本当に手に置いた瞬間からあなた様の中にこう渦巻きみたいなものができて、そこに虹がバーってかかるような感じで、なのですごく浄化と癒しが進んだんじゃないかなって思います。でこのカードが教えてくれたように第1第3第5チャクラを特に注意してヒーリングしたんですけれども、この第5チャクラですね、喉のところのチャクラのあたりなので、実際にちょっと喉に違和感がある方とか、ちょっと首に違和感がある、もしくはこう言いたいことが言えてないとか、ちょっと表現の仕方がわからないことがあるっていう方がいらっしゃったら、なんかこの水晶が教えてくれたところによると、その原因がちょっとこの上の方のチャクラに少しこうもやがかかっているというか、ちょっとですね、直感を受け取りづらくなっていたりとか、なんだろうな、何かこの頭の辺がクリアじゃないっていう感じがしたんですよね。で、なので、ここを癒してくださいってこのカードは言ってるんですけれども、ここを癒すためにこっちとこっちを浄化するのが、すごい大事っていう感じがしたので、で、実際ここに置いてたら、もう本当にこの水晶のこうイメージの中で色が変わっていって、でそれがまたクリアになっていくっていう感じですごく浄化してくれた感じがするので、だんだんあなた様の中のこう喉のあたりとか首のあたりの違和感が消えていったりとか、あとこう表現しやすくなったりするかなって思います。でちょっとそれ該当するなっていう方は首とか肩とか喉のあたりのストレッチを物理的にしてみるといいんじゃないかなって思いました。で、あとはですね、一番最後にここの第一チャクラのところなんですけれども、この水晶が本当に火の色になって、こういう赤になって、バーってこう花開いたようになって、その上にあなた様が座ってるっていう感じのイメージが見えましたので、厚さはね、なんか火みたいだったんですけど、ちょっと厚さは感じなかったんですけれども、なんかそんな感じでこう力強く癒されたっていう感じがしましたので、安心していただければなと思いました。で、あとですね、こちらのカードからアドバイスをもらってまして、そうですね、達成したいこととか夢も、変化は日常の小さな小さな階段を登るように進んでいくものだから、頂上が遠く見えても頂上がなんかこうぼんやりしてたりどこにあるかわからなくても心配しないで、今日やることを一つやってみることだけを考えて、その一つを実行するごとに頂上からこの黄色みたいな光があなた様の方向に溢れてくるっていうイメージをしてみると、力がもっと湧いてきますよっていうことを言っているので、もしよければ参考にしてみてください。それではこちらの2番目のこの水晶をお選びいただいた方のヒーリングを終了します。ありがとうございました。またね。はい、それでは3番目の選択肢、こちらの水晶についてなんですが、鉱物の結晶の形にはいろんな機能の名前がついていることがあるんですが、こちらはですね、ちょっと2番目と同じなんですけれども、ダブルポイントもしくはダブルターミネイテッドと呼ばれる形をしています。で、2番目と同じなんですが、この水晶はですね、3つの中で一番虹が入っていて、ヒーリング体感は他の2つと全然違ったんですね。で、なのでそれも踏まえてお話しします。
で、このダブルポイントっていうのは、本当に見た目のままで、両方、両端が先端になっている。日本語では両剣水晶という形です。で、片方の先端から不要なエネルギーを吸収して浄化して、もう片方から浄化したポジティブなエネルギーに変換して出してくれるっていうことで、すごい強力な浄化作用を持つとされるんですけれども、この個体はですね、他の2つの選択肢の水晶と違って、全てのチャクラに対して浄化とエネルギーの注入力がすごく強い感じがしました。なんか他の選択肢の水晶はどこかこうポイントポイントにすごい強力だったりするような感じだったんですが、なんかこれはですね、そんなにイメージは見えないんですけれども、ずっとなんか強いっていう感じがしたんですね。で、なんかすごい治療されてるような感覚が強い水晶でした。で、石をチャクラに近づけただけでキーンとするような感じがあって、でそれが続いたので、ちょっとですね、途中で今回不快感が出る方もいらっしゃるかもしれませんが、最後まで受けていただくと、浄化された後の雨上がりの本当に虹みたいな穏やかさとか明るさを感じられるかなと思います。でも強すぎるっていう風に感じた場合は無理しないで、ちょっとずつ流していただいても大丈夫です。それからですね、今回この水晶に対応するカードを出しておきましたので、この水晶の意見を聞きつつ、カードがアドバイスしてくれているチャクラも特に注意してヒーリングを行いたいと思います。はい、それではめくってみますね。はい。わあ、すごい綺麗。コンプレンシオーネですね。で、コンプレンシオーネっていうのは共感とか理解っていう意味なんですけれども、そうですね。で、ここには自分と他人と、ハーモニーを感じて生きてみたいなことが書かれてるんですけれども、ちょっとこうめくった時に入ってきたイメージとしては、なんかもっと自分以外の人間とかこういったヒーリングも含めて、他の人や物があなた様を助けたいというか、その手伝ってくれるよっていうことを言っている気がしますね。だからその手伝いたいとか、あなた様を助けたいっていう人とか物があるよっていうことに気づいてっていう感じなのかなっていう気がします。で、対応するチャクラは、第3チャクラ、第4チャクラと第5チャクラですね。はい。で、それではですね、今からこのヒマラヤ水晶を使ったヒーリングを始めます。
待たせしました。お疲れ様でした。なんかですね、この石の説明の時に話したヒーリングの前に話したように、やっぱりこの石ってすごいキーンってするんですよね。なんかすごいもう強烈にキーンってして、で他の2つの選択肢の石は全然キーンってしなかったので、なんかほんと不思議ですごいもう、治療されてるっていう感じがやっぱり今回もしたんですね。もう本当にチャクラに近づけたり、特に最初の方ですね、ここに置いただけでもうすごいキーンって来たので、いや私だけなのかな。いやなんかすごい不思議だったんですけれども、なのでちょっとね最初不快だったっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。で、あとですね、このカードが教えてくれた通り、この3番目、4番目、5番目のチャクラを特に注意してヒーリングしたんですけれども、なんかですね、私のイメージの中では、あなた様に一応前を向いてもらって、で、はっきりとした人間が見えてるわけじゃなくて、こうシルエットみたいな感じなんですけれども、一応前からこうチャクラにエネルギーを流してるっていうイメージでいつもするんですけれども、ここですね、特にここら辺なんですけれども、どうしても何回やろうとしても背中なんですよね。なのでちょっとですね、例えば本当に首とか肩が凝ってる方で、背中が凝ってる方、あとはなんだろうな、あなた様の中の疲れが背中に来ちゃってる方っていうか方もいらっしゃるかなって思いました。で、特にそういう症状がないっていう方でも、そうだでもやっぱりなんか背中っていう感じがするんですよね。すごい心のモヤモヤとか、あとはなんかあなた様がすごい、こういうことなかったら本当にスルーして大丈夫なんですけれども、悲しいこととかすごい忘れたいようなことっていうのはもう心の本当に奥の奥の奥、前側が表面だとしたら、こう背中側が奥っていう感じなんですけれども、もう背中の方に押し込めてるっていう感じがするんですね。その心の中のその悲しかったことみたいなことを。で、なのでどうしてもこう背中にそれが疲れとかこわばりとして出てきてるっていう感じがしました。でなのでもう物理的に肩とか首とか背中をほぐすっていうことをちょっと気をつけるといいかなって思いました。普通にマッサージ機に座ったりするのでもいいと思いますし、ストレッチしたりとか、ちょっとね首から肩背中にかけてほぐして自律神経を整えるっていう運動をするのでもいいと思いますし、やってみるとエネルギーの出入りがあなた様今特に背中から行われてるっていう感じがしたので、結構こう流れも良くなるんじゃないかなって思いました。もちろん今のヒーリングでも十分癒されたと思いますので、もしこのヒーリングあんまり不快じゃなかった、大丈夫だったっていう方はちょっと繰り返し見てみるのもいいかなって思いました。で、あとですね、こちらのカードにアドバイスももらっていますのでお伝えしますね。このカードが言うには、無理して他の人の気持ちを分かろうとしなくてもいいけど、でも相手がどんな風に思ってるのか考えているのかっていうのを想像してみることで、あなた様がその人のためとかじゃなくってあなた様自身のためになる情報とか、そうですね、情報なのかな、何かこう気づきを得ることがあるっていうことを言ってるんですね。相手がどういうふうに思ってるのかとか、なんかこう想像してみることであなた様のためになる気づきがあるよっていうことを言ってるので、ちょっと参考にしてみてください。はい、それではこちらの3番目の選択肢をお選びいただいた方のヒーリングを終了します。ありがとうございました。またね。